君と出会った時奇跡がこの溢れてる。はい、すいません全然わからない歌でしたねはい、どうもオリピアショー TV のロンです。ゆうちゃんです。ワンです。あんです。どうも皆さんこんにちは。冒頭で、トアに歌ってもらいましたが、何を歌ってるのかさっぱりわかりませんでした。卒業の歌、みんなそんな感じで歌ってたバラバラになってた。いい思い出。何言ってるかわかんないはい、ということで今回はトゥアンとアンに、日本語の勉強していただきます僕もね、ワールドチームですよ。分かってますか皆さん一応ブラジル人でございます。トゥアンとアン、ベトナムでもう日本来て何年ですか？6年。だいぶ長いね。アンは4年4ヶ月くらいです。はい、アンは4ヶ月だそうですね生後4ヶ月と、6歳。6年です。まあそういうことになるよね、ちなみに僕はもう20歳よね。日本来て20歳もう大人でございますよ。日本はね、やっぱいろんなエピソードがあると思う。日本に来てこれが分からなかった、これがすごかった、日本ってこういうことするのっていうのはね、俺もいっぱいあった。だからそんなのを皆に体験したエピソード喋ってもらって、まあもちろんね、日本の良さも日本の悪さもこの動画で勉強していきたいなと。じゃあまずね、日本に来て一番びっくりしたこと、俺はダントツに自動販売機だ。外にジュース売ってんの外でジュース買えるんだ。しかも冷たい、あったかい、季節によってちゃんと温度が設定されている。もうこれはね、ブラジルだったらもう3秒で持ってかれてる3秒で持ってかれている、本当に。だからその辺は日本ってすごい安心だなと思った。治安的にね、一番衝撃的だったのはやっぱ自動販売機だ。だってもう当たり前でしょ。当たり前ですね。外でね、タバコの自動販売機、ジュースの自動販売機、あと本とかすごいよねじゃあ次は、僕はびっくりしたものは日本人はゴミ持って帰ります。どっか行った時にちゃんとゴミを持って帰る。確かに確かに。と、鳥の殻のいっぱい、空でいっぱいのちょっとごめんね鳥の殻の外にいっぱい。鳥の名前なんだっけ。ちょっと待って、殻ですよね。ちょっと待ってね。鳥の殻なのか鳥の殻なのか、鳥の唐揚げなのか、それとも名前です。鳥の名前です。鳥の名前鳥の殻。カラスってこと？殻じゃないです。何よ俺もそうだと思ったもん。鳥の殻？結局何が言いたい？カラスです。カラスだったらさっき言ったじゃん、カラスで違うよって言うからさガラス持ってたから、ガラス持ってたから違います。カラスだよ。カラス。外でいっぱい近くしても飛ばないし、人間慣れしちゃってるってことね食べるものがいっぱいあるからね。僕も楽しいです。ダメでしょ皆さん、餌を与えないでください。カラスに餌を与えないでください何、ベトナムはカラス来たらすぐ逃げる？いるけど、カラスあったら死ぬ人も結構いるとか、そういう感じで。そういうこと悪いイメージ。ちょっと待って、それ文化だよ、文化。都市伝説だねカラスが来たら人が死ぬ。カラスにやったら死ぬ。トビで言うとあれだよ、飛び職人もそういうね、飛び伝説があるのね。やっぱカラスが足場に乗っかってると不吉なことが起きるっていうのはね、日本もある。日本もある。先輩に教えてもらった。嘘か本当かはでもいっぱい信じるか信頼かあなた次第だよ。じゃあ次、アン君。僕は季節です。日本の季節がはい、すごい進化してたね。冬は雪、秋はもみじの。そういうことか。戻り。もろい。もろり。もろり。あれ、もみじ。緑。何がいいって？じゃあ、もろり、緑。もみじ。もろりから緑、そしてたどり着いたもみじ。だって切るわ。じゃあね、
ちなみにりゅうちゃんはやっぱ日本人だけど日本のここにびっくりした実は僕関西出身なんですけど、まあ、今東京に住んでて電車を乗るときにエスカレーターがやっぱ右で待機か左で待機かみたいな、あれはちょっと戸惑ったっすねどっち行ったらいいんだろうって最初は右行っちゃったんだよ右で止まってたって感じですね。じゃあなんか後ろから圧かけられてえ違う通り違ういやそっかそう日本でもそういうのあるのか地方にねはいじゃあ次のお題いきましょうか。日本に来てこの日本語はこういう意味だと思ったっていうのとか日本ではこういうジェスチャーはこういう意味だけどやっぱ自分たちの国に帰ったらこういうジェスチャーはしちゃいけないよと誤解を招いてしまうようなジェスチャーが絶対あると思うんで似てる言葉とかねそんなのをちょっと教えてほしい。私はね、まあ、ジェスチャーなんだけど日本でやっぱねお金ってどういうサインする？お金はこれそうだよね。お金ってこうなんだよ日本でもねこれブラジルで絶対にやらないでください。やられます。どういう意味なんですか？ P が入るかもしれないここはここにちょっと調べていただいて絶対にやらないでください。これだけは本当にもうそれしか言えないここではもうねコンプラにかかるからもう絶対にこのマークだけはやめてください。以上では次トゥアン。それそんなにトゥアンはね考えなくても普段やっぱ俺とりーちゃん結構接してるから分かるけどちょいちょい出てるからね毎日。そうですね、この間なんかニキビを2匹って言ったら2匹じゃないのって逆になんか怒って違うのみたいないやニキビだから2匹じゃないですか。僕は日本語の言葉時々喋ってるのが逆になっちゃった。冷蔵庫とかレ工場とかどこの工場やレ工場そうだ工場やなキャスターはなんて言うんだっけ？蹴ったその前この前キャッチャーだからキャッチャー言ってましたね。発音が難しいと思うね。そうです。だからさこういう日本語をよく自信満々に使ってたけど実は違う意味でちょっと恥ずかしかったとか。最初からもう恥ずかしかったけど今慣れたから外国人だからそんな恥ずかしくない。開き直ったぞ。開き直った俺はね日向ぼっこを日向場ごっことか日向ぼっこごっこはあるあるですね。ね俺は自信満々で日向ぼっこって言ったらお友達にすげえバカにされた。何日向ぼっこって遊びじゃねえんだぞ。日本人でもあるでしょ。関西とやっぱ関東の違いがですね。僕はカフェとかで冷たいコーヒーアイスコーヒーのことを冷やこってこっちで言うと伝わらないっていう。まあ冷ややっこだと思っちゃうな。本当に冷やっこ出てきたらどうする？ちょっと謝ってますね。すいません。すいませんね。それだったらもう僕言われたらよくわからない。アイスコーヒーだったらわかるけど冷やっこってわからない。関西語になっちゃったね。弁じゃなくて関西語だ。関西弁。まあねいろんな経験をしてきたと思う。まあ、日本語の難しさもそうだけど日本のいいところも悪いところも、だから先ほど言った発音って結構難しいよね。それはトゥアンといればめちゃめちゃわかる。トゥアンはねすが苦手なんですよ。仕事で真剣にやるんで、トゥアンちょっとあれ持ってきてやっぱ真剣に返してくるの。わかりました。2つですかってそれはねぜひTikTok でもね出してるんで見てください。2つ。日本語で一番難しい「つ」は何？つむつむ。つむつむ。最初はねかろうじて言うんだけどもう2回目からもうダメだ。崩れちゃうんだろうねやっぱ口の形が。ちむちむ。もうダメだ。ちむちむ。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れた。そうですね。そうですね。数はいけんですな。数できます。でもじゃあ中できない。じゃあ「つ」5回言ってみて。いくよいくよ。せーの。チュ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 。チューチュートレイになってまうわ。つ。チュ。素晴らしいよ。合ってること。ちっちゃいつ。ちっちゃいチュ。ちっちゃい「ち」はない。ごめんねちょっと思い出し笑いしちゃったんだけどもう一回歌を歌ってもらっていい？せーの。君と出会った奇跡がこのある溢れてる
これ分かった方コメントくださいコメントで正解を教えますのでぜひコメントであんくんははい日本の歌とか好き？い好きですやよくなんかこう歌ってしまうような歌ってある？ありますちょっと歌ってみてよ。はいせーの。夢ならばどれほどよかったでしょううちのうちによりうまいぞ。うまいっすねうちのうちには今頃ガーンってなってるよ多分これ聞いたら。はいなんだかんだでね結構面白かった。まあ何が一番面白かったってやっぱチュアンだよねまだまだね日本語の難しいっていうかね日本語は深いからだってさカタカナひらがな漢字ってやつそれを覚えるのって、ね、結構難しい。それは俺もねめちゃめちゃまあ今でも全然わかんないんだけどみんなはもっと難しいと思う。これからはこんな日本エピソードじゃないけどみんなに自分たちの住んでた国はこんな国でしたみたいなのを言いながらそういった勉強もね喋る練習にもなると思う。リスニングと。そうです。リスニングってわかる？わからないこいつパラ返事しやがってこいつそれなんですか？リスニングっていうのは聞くことね。さ聞き取り。聞き取りさチュアンはね英語がマジで苦手だ普通はねなんか海外から来た人ってやっぱ英語少しは分かるんじゃないかなと思うんだけどトゥアンはもうワンツースリーレベルしか分からないダウンで上げちゃうっすもんね。そうということで今回は日本語のお勉強になったのかな。次回はねトゥアンとアンだけじゃなくてねまだサトとディベスもいるからちょっと2人にもちょっといろいろ聞いてみたいなと思ってます。それでは最後にトゥアンにお別れの歌を歌っていただいて面白かった楽しかったなんてねそんな風に思っていただけたら、チャンネル登録とコメントの方、よろしくお願いします。またねこれを見てる外国人の皆様がいましたらねうちの国は実はこういうのがありましたなんてねコメント入れていただけたらそんなのも紹介していきたいなと思ってます。それではトゥアンお願いします。お願いします君と出会った時奇跡がこのある溢れてるお疲れっしたありがとうございました